ある生き物がはい。祀られているとタコだったんですね。そうなんです。でこうよ。はああ。都市ボーイズが伝説のスポットをガイドする観光バラエティ番組、その名も都市ボーイズの都市伝説ツアーズ。インネグド。どうも都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい。今回ですね、僕が紹介したいのは DIY のカリスマがいるお寺を紹介したいんですよ。DIY。日曜大工的なことでいいの？そうですそうです。日曜大工みたいなやつですよ。あなたやりますか？やらないです。ああ、モテない。それはモテないですあなた。だからもう子供いないうちからもう DIY を始めて、で女の人が子供できたらこんな感じやなっていう風に妄想させるのがモテんのよ。だからもう今回行って DIY 何たるかっていうのをちゃんと学んで、もう帰りに釘買うてください。釘とか工具買うてください。工具買うてください。あなたはじゃあやるんですね。やんない。いやいや、話がもう全然ブレブレない。潔癖だから工具触れない。いやいやいや、工具触れない人に俺ずっと言われてた。鉄サビ大嫌い。いやいや、釘とか触れないよ。到着しました。到着しました。はい。こちらがですね、五百羅漢寺というお寺なんですね。なるほど。はい。なんか聞くと五百羅漢ってよくわかんないじゃないですか。羅漢っていうのはお釈迦様のお弟子様って意味なんですね。なるほど。そう。だから言うと500のお弟子様のお寺なんですよ。これでも意味わかんないですよね。で DIY って言ったでしょ。さっきね。祥雲さんっていう方がいらっしゃいまして、松に雲って書いてね、その方がなんとここにあるですね、まあ300なんですけど約ね、一人で数十年かけて全部作ってるんですよ。羅漢像を一人よ。 DIY の神だわ。そうでしょ。まあ本当は500作ってるんですけれども、ここ現存するのが約300。じゃあ200はもうちょっとなくなったりとか、並んでるんで、これもう説明するより見る方がいいんですよ。ああ、そうですか。はい、ぜひ見たいですね。ぜひちょっと見てください。いいですね。これがお弟子様たちですよ。羅漢様ですよ。みんな顔も違うんですよ。すごいですね。結構綺麗なまま残ってるんですね。そうなんですよ。で、お名前もありますし、上にもね、自分自身を静かに見つめる境外尊者みたいなね、一人一人ちゃんとあるんですよ、テーマがね。キャッチコピーが。キャッチコピーっつんじゃねえよ。テーマがあるんです。だから自分に合うテーマを探してね、僕はやってるんですけれども、まあ写真撮っちゃダメなんで、その人の名前を調べてね、後で検索してそれを待ち受けにしたりしますね。500っていうのはね、何かっていうと、お釈迦様が亡くなった時、入滅した時に周りにいたのが500人いたっていう話なんですよ。だから500なんですけど、ちょっと僕が大好きなお弟子さん紹介していいですか？いるんですか？もういるんですよ。お気に入りがアーナンダっていうのがいるんですよ。アーナンダっていうのはね、まあ偉い方なんですけれども、亡くなる時に空中に飛んで爆発したっていういるんです。ベジータとかそういうドラゴンボールの世界、要はご遺体っていうのを取り合うんですよ。取り合っちゃうから、もうじゃあもうみんなに分けようっつって空中にふっと飛んで、パーンって弾けたっていう話もあったりするんですよ。人間ってそういう仕組みでしたっけ？これでも友達と一緒に来て、これ一緒にね、こうやって探すの面白いですね。そうなんですよ。かなりいいと思いますよ。顔つきとかもやっぱ自分に似てるとかね、全部違うんですよ。ありそうですよ。あれすごいですよ。あちらの方とか。そうなんですよね。胸に穴開いてて、もうお守りにもなってますから。じゃあなんかあったりとか面白いんですよ。うちの奥さんに顔そっくりなつきますよ。当てる？うちの奥さん当てていいよ。難しいな。当ててください。物の本質を見抜く。違う。ここら辺。これクイズする場じゃないと思うんですけど、これですね。むさぼりを離れ心清らかであれ。めっちゃ食うかな。盆栽尊者、うちもうすぐ大ぐらいなんで奥さんが、まあこれ選んだっていうね。顔も似てるしっていう。確かにね。これをでも一人の人がこのバリエーションをつけて作ったっていうのはちょっと信じられないレベルよね。すごいんですよ本当に。すごいっすわ。そうだから僕はもうカリスマだって言ってるんですよ。で見逃しがちなんですけれども、見逃しがち。こちら見てください。これは何ですか？
白濁っていうね聖獣なんですよ。ほうほう。中国の聖獣なんですよ。明らかに羅漢の感じとは違いますよね。ただ知恵を授けてくれる聖獣なんですね。はい、要はこの聖獣がね、1万ですよ。1万1520の災いとか病とかから逃れる方法をすべて教えてくれたって言ってるんですよ。あ、じゃあもうそういういろんなことに精通してるというか、知識がすごい、徳も高い。なおかつこの白濁の絵を飾るだけで病が遠のくなんていう話もあったりするんですよ。でね、ちょっとここで紹介したいことがあるんです。はい。なんですか。ね、ここの五百羅漢寺で声をかけないといただけないあるアイテムがあるんですよ。めっちゃ気になるね、そのアイテム。みたいでしょ。レア好きですもんね、あなた。レア好き。お見せしますよ。こちらです。ドン。これですか。そうなんですよ。白濁の。そう五百羅漢寺限定爆熱剣かっこ鈴っていうね。はい。鈴でもあるの。そうなんですよ。これ何で作られてるか知ってます？これ。何で作られるの？はい。どういう手法で？いやもうなんかね、偉い職人さんがこう一個一個手作りで。品切れの時に聞いたんです。いつ入りますかって言って、3D プリンター次第って言ってました。3D プリンター、3D プリンター、3D プリンター。いやそれあんま言わない方がいいんじゃないかな、逆に。いやそれ難しいから。あ、そうなんですね。まあこういうものがあるんですよ。いいでしょ。これじゃあそのいわゆる一般的にそのお守り売ってるとことかには出てないって。出てないですよ。声かけないといけない。どう言えばいいの？バクあるって。あ、やっとね、なんかこう開けた感じ。そうでしょ。これはまたこれでいいね。たくさん見るものあるんですけれども、僕がぜひ見ていただきたいものがあるんです。はい。こっち早く来いよ。いやいや我慢できないの。そうなんですよ。何？これ腰掛け石なんです。めちゃくちゃもうノーマークでした。腰掛け石。普通の石にしか見えないです。ちょっとここでゴシップいいですか？吉宗将軍のゴシップがあるんですよ。何？ゴシップ。吉宗。これ絶対に言わないでくださいね。吉宗っていうのは大奥を解散させてるんですよ。なんでかわかります？なんでか。なぜ解散させたか、吉宗は大奥を。いやもうなんかそういうシステムを変えたいとかじゃないの？違います。吉宗が大奥を解散させたのは、みんな美人じゃないですか、大奥ってね、イメージ。だから大奥じゃなくても生きていけるんですよ。どっかがまあ取ってくれる。うちきなってね、どこでもいいです。そんな看板娘にすぐなれますよ、美人だからね。だから吉宗は解散させてチレチレっつって美人はもうどこでも行けっつって集めたのが、口悪いですけどブス。もうちょっとなかったの、オブラートの包み方。ブサイクいや変わんないわ。ぐっと多く集まったんですよ。だからここだけの話、暴れん坊将軍ブス戦なんですよ。そうなんだ。これ強いゴシップ、まだどこの週刊誌もしてないよ。いやそうだね。これは週刊誌のあるタイミングじゃないからね。その当時は。そうでしょ。もうほんま電車の釣ってるやつとかでも見てないよ。吉宗みたいなブス戦ダーンって顔ペン出るみたいなでもないですから。吉宗もこんな時経てね暴露されると思ってなかっただろうね。ね、本当にごめんね吉宗って思ってます。そのゴシップがあった吉宗がここにいたって。ブスと座ったんかもな。ちょっとね場所変わったんですけれども、こちら羅漢茶屋でございます。五百羅漢寺入ってですね、すぐ右手に見えるんですけれども、お休みどころですよ。回っていただいて帰りにここ寄ってご飯食べて帰るみたいなとこなんですけれども、ちょっとこちらで初の食レポなんてどうかなと。都市ボーイズ初の試みですね。まあでも言っても僕らテレビ業界とか裏方でやってね、そのやってるところは見たことあるわけじゃないですか。ありますよ。お、来ました。羅漢膳。ありがとうございます。はい、こちらが羅漢膳ですよ。羅漢膳。数量限定です。じゃあ僕ですね。はい、僕きつねうどんです。どうやっていいかもちょっとわかんないんですけど。ちょっとじゃあ食べてくださいよ。そうですね。ね、ちょっとじゃあ食べていこうと思うんですけど、何から食べるの？教えて。まずやん。これはどれからいこうかな。じゃあ卵焼きむずない？いこうかなと思います。どうぞ食べてください。
はい、こちら卵焼きで。はい、卵焼き。ね、慣れ親しんでるかもしれないですけど。そうですよ。でも差がわかるよね、そっちの方が。いきます。はい。どうですか？どう？このうまさ。このうまさ。都市伝説級。都市伝説級。めちゃめちゃおもんない。ちょっと色出しておこうかなと思って。いや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 。都市伝説の人だから、そういうの言っていこうかなと思った。令和一番おもんない。あ、本当ですか。今一番。いや、平成含め。2つをまたいで。そう、2つまたいで。またいで一番おもんない。そう、一番おもんないと思う。はい、お願いします。僕ね、そもそも農家なんですよ。家がね。で、岡山ですから香川のうどんが近いんですよ。はい。けどうどん厳しいですよ、ものすごい僕は。あ、そのね、美味しいうどんを食べてますから。そうそう、だから普通に僕厳しいですけどいいですか、本音言いますよ僕。はい、うどんいただきますね、じゃあ。はい。このうまさ、都市伝説。最悪だわ。昭和令和で2人同時に滑るっていうね、一番。お前の方が被害は少ないけど。汚いわ、やり方が汚いわ。平安山羅漢寺。元禄8年、鉄元禅師により開山。聖雲禅師が制作した500羅漢像が安置されており、東京都指定文化財となっている。境内には身の丈 3.5 メートルの佐伯地蔵尊のほか、桜隊原爆殉難碑、公安友愛の碑をはじめ、俳人高浜虚子の句碑などがある。無理やり都市伝説。本日はですね、一番印象に残ったポイント。お、何ですか？食レポですよ。食レポ。大怪我した食レポがあったんで、そういう意味で記憶に残るっていうね。記憶に残ってまして、ちょっとですね、食にまつわる都市伝説というか、ちょっと役に立つ情報をお話ししようかなと思うんですけど、実はですね、霊がですね、人につく時って苦手なものがありまして、それが食べ物で辛いものが苦手だっていうのがあるんですよ。ですからその香辛料が強いものとかですね、刺激が強いものを食べると霊を払えるっていう説があるんですね。例えば食べ物で言うと、分かりやすいので言うとキムチとか、キムチね、カレーみたいなものとか、いわゆるスパイスが効いてるもの、あとですね、プラスアルファ生き量に効くっていうのもあるんですよ。さっき言ってたのは、いわゆる死んでる霊とか亡くなっているものなんですけど、生き量には苦いものがいいって言うんですよ。だから苦い食べ物、そうですね、例えばグレープフルーツとか、あと飲み物でもいいんですけども、コーヒーとかがいいって言われてるんですよ。だからちょっと生き量っぽいものに取りつかれてるなって思い当たる人は、苦いものを取り込むと払えるっていう噂があるんですよ。カレーセットで、コーヒー後ではじゃあ完璧じゃん。完璧です。どっちもいける。そうなんですよ。あ、そうなんだ。ただ逆を言うと、コーヒーを習慣的に飲んでた人とかがやめて、急になんか体調が悪くなったりとかする場合があったとしたら、それはもしかしたら今現在生き量に取りつかれてるとか、そういう可能性もあるんじゃないかって、そんな都市伝説でございます。なんかいいね。食レポからなんかこんないいやつ聞けると思わなかったわ。ありがとうございます。みんな使えるじゃんこれ。そうですね。僕はでも滑った時に聞くやつが欲しいですけどね、一番は。そこから目黒って名前が広まっていった。
ちょっと空いてます。覗くぐらいですけれども、もう顔面いこうか。本当っすね。いいっすいいっすいいっす、全然。あ、いいっす。それを見た外国人が「ワオクレイジー」って言ってて。あなた心闇すごいから光栄尊者様いいんじゃないですか。却下ね。